ちは、スティーブ的視点のスティーブです。基本的にスティーブ的視点ですから、自分の好きな車とか、もう車遊びとかの話は大体しているんですが、車のコミュニティにとって深刻な、ことですので、本日、このトピックについて動画にしました。深刻な問題ですね、車の盗難っていうのは。最近それは本当に明らかになってきましたですね。日本で車盗まれた、バラバラにパーツとしてバラバラになってアメリカまで流れてきたものがそのままパーツとして売りに出たり、そのまま車として売りに出たりすることがありますね。車の盗難というのはどこの国にももう深刻な問題だと思います。というのはなぜ深刻な問題なのかというと、盗まれた車、結局保険金が下りる。警察に話持ってても、警察聞いてくれないっていうか、はい、わかりました、レポートを受けて、でもそれで終わり。保険金を受けて、で、おしまいっていう感じの考え方だと思うんです。これ日本の警察だけじゃなくて、アメリカの警察の考え方も多分一緒だと思います。どうしたらいいのか、なぜこの問題があるのか、なぜよく日本でこういうのがあるのか、よくうちの視聴者、このチャンネルの視聴者から自分の車盗まれた、スティーブさん、私の車も盗まれたとかって、最近これが盗まれたとか、ツイッターとかで見れば見るほどいっぱいあるんですね。日本に悪い人いますね。車を狙ってる人、特に海外に人気のある、日本車、かっこいい日本車とかを狙ってる人がいると思います。車を盗んで持っててばらして海外にそのままパーツとして、それで海外の方知らないで買っちゃう人もいるんだろうし、知ってた上で盗まれたものだと知ってた上で買って再販転売をする業者さんもいると思います。我々車好きなこのコミュニティのメンバーとして、私も含めてこれを防ぐためにどうしたらいいのか、そして犠牲になった人に何かのね、また後で警察動いてくれないなら、私たちはコミュニティとして動かなきゃいけないことなんじゃないのかなと思います。他の英語の YouTuber、アメリカ人、日本大好きな YouTuber もこれについて英語でアップしていったんです、先日。それを見て、日本の三宅さん、埼玉かな、茨城かな、三宅さんが車3台やられてますね。その車のパーツはなんとアメリカの、私のアメリカ育ち、アメリカ生まれのスティーブとして、今度そのままアメリカのサイト売りに出たことを見たら、正直に恥ずかしく感じましたね。アメリカ人として自分の国にそんなに簡単に日本で盗まれたパーツが流れてきて、また売りに出ることは恥ずかしいことです。痛いです、正直に日本好きなスティーブとして。でもね、車の盗難、パーツのこういう密売とかっていうのは完全に止められなくても、我々はコミュニティとしてアメリカ人、日本人、この世の中の車好きないい人たちを本当に力を合わせてやっていかなきゃいけないことっていうのはどういうことなんですか、スティーブさん。まあ、車盗まれた方も多分これ見て、くださっている方が中に、いると思います。車の情報、その車両の情報、車体番号などの情報、その盗難いつ盗まれたのか、いつがあったのかなどの情報を交換しましょう。日本にそういう掲示板とかってあると思うんですが、この下にこのコミュニティの中で一つのプラットフォームとしてスティーブ的視点のコメント欄にも情報を入れていただいても構わないし、日本の今回やられた三宅さんに直接連絡いただいて、直接連絡取っていただいても構わないし、とにかく情報交換、情報共有をしましょう。これはね、すべての中古パーツが盗まれたものとか、すべてのもう売りに出てるアメリカに流れてきてる車は盗難車というわけではないですよね。ちゃんとこれビジネスとしてしている業者さんもいっぱいいます。日本にもアメリカにも。ヤードというんですか、中古の車、ボロボロの車、盗まれた車じゃなくて、ちゃんとオークションに出た正規な車を買ってそのまま売るんじゃなくて、ばらしてパーツとして売る方が
いっぱい合法的にやってる方がいっぱいいると思います。その方々にこういうことがあるからこそ本当にビジネスはしづらい部分があると思います。余計に目つけられたり、変に思われてる、あれ、盗難者からのパーツじゃねえかとかって言われるのがすごい気持ち悪いことだと思う。だからどうしたらいいのか、これから考えると。ちゃんとしたビジネス、合法的にやってる業者さんには責任というよりも、ちょっと今まで通りよりも、もしかしたら自分が買ってきた、今売りに出してるパーツの明らかにその流れが分かるように、この車両から持ってきたパーツとか、この車両、ちゃんとしたもう買った車両から当社で分解したものだということがお客様に安心感を与える。海外の方にもあなたに今提供しているパーツが間違いないものです。合法的に売りに出しているパーツとかで、もしかしてそこまでやらないといけないかもしれないですね。めんどくさいかもしれないけど、アメリカ人も今回の件を聞いて本当にショック受けてる人が多いです。車、日本語、英語、同じ言語じゃなくても、同じね、日本語通じなくても、車を所有するその気持ち、特に車好きにはその気持ちは一緒ですね。朝起きたら車がない、どこに消えたのか分かんない、バラバラになって数ヶ月後にアメリカか海外か日本か分かんないんだけど、どっかのサイトにそのパーツ売りに出てる。警察に話持ってても、了解です、レポート受けるんだけど、何もその後はない。でもアメリカの海外このサイトに出てる、こっちにはこのヤードがあって怪しい会社があると言っても動けない。日本のこのやってる組織が賢い方が多いと思いますよ。日本のその各県をうまく利用して警察の動きを計算した上で盗難しているんじゃないかというふうに思われますよね。なので自分たちをコミュニティとして、これ今までのライバル意識とか、あのショップ、このショップのどうだああだってこれ置いておいて、日本、関東、関西とかね、東北とかじゃなくて、一つのコミュニティ、日本人、アメリカ人、日米で力を合わせて、ね、まずできること、自分の周りをもっと意識しなきゃいけないんですよ。日本は安全な国です。分かってます。アメリカと比べるとかなり安全な国、治安がいいからこそ、そこまで考える方が少ないと思うんだけど、いい車に乗ってる方、いい車じゃなくても、自分はあんまりいい車じゃねえと思ってても、自分を守ることが重要です。もっと自分を意識しなきゃいけない、自分の周りをね。やっても、もちろんやられることもあると思うんですが、盗まれにくい環境を作ること。アメリカ人だからっていうことなのかな。やっぱり危機管理っていうんですか。自分の周り、自分をいつも意識しているんですよね。誰がいるのか。どこにいてもね、誰が後ろで走ってるのか、車止めた後は近くに誰がいるのかとかって、こういうね、嫌な話に聞こえるかもしれないんだけど、日本人には必要ですね。特に車好きな人。車こういう風に止めたら盗まれやすいなのか、もしくはこういう風に例えばもう一つの車を前に止めたら盗まれにくい環境になる。車止めた後、誰がいるのかその周りにとか、誰が後でついてきてるのか、誰に狙われてるのか。ショーでちょっとね、車のイベントで怪しい人とかも出てくることもあると思う。みんなはそうと言えないんだけど、でももっとその危機管理ちゃんとしないといけないなと思いますよね。車だけじゃないですよ。自分を守ること、見守ること。この世の中いろんな変なこといっぱいあるんで、日本にもね、まだ治安がいい国としてでもね、悪いこととかもいっぱいあるからこそ、自分たちを守りましょうね。お互いも守りましょう。特にみんなこのコミュニティにいい人はいっぱいいるからこそ、これが必要です。情報交換しましょう。一人では何の力にならないかもしれないんだけど、一人、二人、三人、10人、20人、100人、500人、1000人で全部情報を交換したら、もしかしたら警視庁、警察、FBI などの方がこの動画を見てくださっている方がいるのであれば、これ深刻な問題としてそう受け止めてください。本当に調べていただきたいです。日本にシンジケートがあると思われます。車を狙っているシンジケート。日本からあまりにも簡単に輸出はできてます。
確かにね、保険金が出て、その元の所有者の手元にお金が来るかもしれないんですが、その気持ち、失ったその気持ちが一生取り戻せない。一つの車離れになる原因にもなるような気がする。もうまた買ったらまたやられたら嫌だって、もう車、もう手上げ、もうやらない。そうなると、この車のコミュニティ、性格すごくいい人がいっぱいいる、このコミュニティにも大きな傷がつきます。二度もないっていうことは、言えないんです。あると思いますが、コミュニティとしてちょっと力を合わせて、ひょっとしたら、上の偉い方の警視庁官などの FBI の人にこれ見ていただけたら、もしかしたら動きがあるかもしれない。もしかしたらそのシンジケット悪い奴らの逮捕がいつかあるといいですね。でも自分たちを守りましょうね。で、ちゃんとした業者さんをサポートしましょう。お互いにこのライブル意識をとりあえず置いておいて、一つのコミュニティとしての深刻な状況ですので、力を合わせて頑張って日米的に、サムズアップ的に、前向きに、コミュニティとしてやっていきましょうね。最後に改めて言います。盗まれた車両がもしあったら、情報があれば交換しましょう。この下にぜひ残しておいてください。これは公式のところとしてその情報、写真までは添付できないかもしれないんですが、写真ナンバー、車の年式、車の内容、車種名などの全部入れてください。そして私の E メールアドレスも下に入れておきます。情報をもし送っていただけるのであれば、集まった情報を今動いているその三宅さんなどの方にその情報を共有して、また警察に一つとして、こんなにありますよ、一つ一つの話じゃない、こんなに大きな問題になっているということをプレゼンテーションできたら、変わるか変わらないかどうなるのか分かんないんだけど、とりあえず、やらなきゃいけないことなんだろうなって感じましたね。ちょっと、暗い話かもしれないんですが、必要な話だと思って、本日こういう内容で、やらせていただきました。以上です。スティーブ的視点のスティーブでした。